はい、こんにちは。タモン丸の、カンコレ、タモン丸です。本日も、カンコレ始めていきたいと思います。それでは、今日はですね、イベントも、終わりまして、艦隊のね、戦力を、見直ししてたわけなんですけども、その中でもね、やっぱり、駆逐艦の子たちをね、強化していかないと、今後のイベントも、苦戦は必至ということなので、そこら辺をちょっと強化していこうかなというふうに考えています。今日はその、段階で、耐久の、回収ですね。こちらの方を今日はしていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。こんばんは。イデアさん、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。それではね、早速始めていきましょう。回収本当にするとなるとね、誰を選んだらいいかっていうところが、難しいところなんですけども、一応私の、鎮守府の中ではね、この6名を今日は回収していこうかなというふうに思います。もっとも回収すると言ってもなかなかね、確率的にはかなり低いですから、できたらラッキー程度に思って、もしね回収できなくても、運の値とか、あとは対戦値とかも上がったりするんで、相対的に戦力はね上がっていくことになりますので、そこら辺を期待をしていきたいと思います。よし、それでは早速、ジャービスから行ってみようかな。最初は、シムシュ型の、シムシュと8をね、回収に回していきます。で、こちらの、回収のところで、8条と、シムシュね、これで、耐久か、対戦、あとは運ですね、どれかが上がるということなので、元の数字が36なので36っていう数字がねちょっと一発大破しやすい、確率的には16% くらいなんですけども、これが37になれば13% に、さらに耐久を38に上げることで、10% といった風にね、一発大破する確率が、下がっていくと。もちろん回避するとかしないとかっていうのは、連動にも影響があって、必ずしも、この数字が正しいわけではないんですけども、少しでも生存性をね高めるためには必要かなと思います。
それではやってみましょ早く試してみたい。う。さあ、どうでしょうか。耐久値はね、36と、変わりはありませんでしたね。あと、他の数字ちょっとすいません。対戦と運の値、ちゃんと覚えてなかったんで、多分どっちかが上がったんだと思います。ジャービスは今回残念ですね。はい。では、次は、ジャーナス。嘘？もうやめてよ。今度はちゃんと覚えていきます。36の対戦103、運が25ですね。はい。この、2人を今回選んだ理由としては、ソナーを装備しなくてもね、先制対戦ができるということと、耐久値がね、他の子に比べてちょっと不安な点があるといったところですね。そういったところを抜かせば非常に優秀なところでもありますので、今後の活躍をね、期待して、挑戦していきます。今度はハチと石垣2人をね、使っていきましょう。103と25。よし。石垣と8で、これでね、回収しましょう。はい、どうかな。かなりいい感じじゃない？いけそうよ。あ、これは成功したようですね。はい。はい、これで、ジャーナスの耐久値がね、37になりました。パチ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 。新生ジャーナスといったところですね。これで、少しだけで耐久力が上がりました。嬉しい。続けて、朝霜もやっていきますね。これでもう死ぬ仕方の方はもうストックがないので、また貯めてからね、やります。ここからはエトロフ型でいきますね。エトロフと松は。はい。耐久は38の対戦94、運が53ですね。さて、38というのはね、決して悪い数字ではないんですけど、もうここは私の、趣味ということでよろしくお願いします。もう一度余っても確認するか。外して、94と53。さあ、耐久値の値はどうかな。はい。油断はしたくないしね。強化は歓迎さ。耐久は今回上がりませんでしたけども、でも運の値がね、一つ上がりましたので、これで野戦カットインがはかどるということで OK ですね。はい。さあ、続いて、次は長波ですね。長波についてはもうね、おそらく次のイベントでも、活躍が見込めますので、期待を込めていきましょう。今回は、松葉と、佐渡かな。はい
値の方が38と81、そして45ということになりますね。もう一度すいません。81と45。はい。さあ、行きましょう。まさかまたドラム缶か、おい。いいけど、魚雷だけは残しておいてよ。今回もですね、耐久値成功しましたね。長波39になりました。パチ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 。これで、ちょっと回収は 50% の確率で成功しているということは、今回はかなりいい感じですね。いい感じというのは、以前も一回やったことあるんですけど、その時は、確か3回に1回ぐらいしか成功しなかったので、それくらいに確率はね、正直よくわかりませんけど、あと2人ね、海風、川風、こちらもね、期待を込めて行ってみましょう。次は、松葉と対馬、この2人を、支援に回していきましょう。対戦が91と26ですね。はい、91、26。松葉と対馬。さあ、今回はどんな感じになるでしょうか。はい。もし可能でしたら、川風にもお願いできると、嬉しいです。回収、耐久は上がりませんでしたけど、運の値がね、1上がりました。27です。今回は、これで野戦カットインがね、できるにはちょっと足りないんですけど、まあ、機関として使う分には十分な値だと思います。さあ、最後ですね。そうさ、甲斐白露型だよ。バランスいい体だろうな。さあ、最後は、平戸と、深江ですね。じゃあこちらで、川風はね、どっちかというと火力寄りの子なんで、本当はね、野戦をするには、カットインの確率を上げるための運の値もね、もっと高くしてあげたいんですけど、私の鎮守譜の力ではなかなかここが限界なんですよね。許してくれ。でも、少しずつ上げていくんで。では、72と24ですね。72と24。おお、いいじゃんか。ありだね。耐久も上がりましたし、対戦も確か71だったと思うので、これは大成功ですね。ということで、今回はね、駆逐艦の子たちを中心とした、回収ということで、以上6名の回収させていただきましたけども、これは偶然なのか、偶数に配置したカンムスの耐久値だけというかね、もう2分の1なんで、これはたまたまなんでしょうけどもね。前回は6名やって2名しかね、成功しなかったんですけど、今回は3名成功しました。解剖艦の子たちもね、ドロップとしてはかなり確率が、低いですから、なかなか数を揃えるのは難しいので、頻繁にやることはできませんけど、イベントを通して、こうやってね、出会うことができますので、
イデヤさん、解剖館のストックがあるのが羨ましいです。これも、前回のね、イベントでだいぶ、掘り作業をやった結果なんで、いや、本当に資源がね、なくなってしまいましたけど、それに見合った、成果があったと思いますので、これ以降ね、また、数が揃ったらまたねこういったことをやっていきたいと思います。はい。ということでまずは耐久の回収ということで今回はさせていただきました。はい、やっと作戦完了で艦隊祈祷か。遅えな。ちゃっちゃとやれよ。作戦終了。報告見ろくま。くまちゃん、かわいいですね。本当に今はね浴衣モードということでたくさんのカンムスの子が浴衣になってますけども、今回、サムネにもしましたけど朝霜ですね、この子も今浴衣モードになってます。今回、耐久値上げることができませんでしたけども、また次回ねチャレンジしたい。よいしょ。第15駆逐隊おやしを出撃します。ようそろはい、でここからはね運営さんからツイートがありましたけども、影量型の、解任がね、実装しますよということで案内がありましたが、まるで情報がないということなので、誰が来るかは本当にね近くならないと、予想も立てようがないんですけど、一応私の鎮守府の中では今いるこの6名と、もう6名ねいますけども、12名が一応多分対象じゃないかなと思っています。で全く読めないんで、特に解説のしようもないんですけども、私の中での鎮守府ではこのメンツでね、今の連度がどのくらいなのかっていうのだけねちょっと紹介しようかなと思います。最初は親潮ですね。黒潮と、同じ、駆逐隊ということで、可能性ありそうな気もするんですけど、この子自体がドロップするのがね、イベントでもたまにしかないし、確か7の1でもドロップするのかな。でも確率かなり低いですから、そういうことを考えると、所有してる提督の数を鑑みて、今回実装ではないんじゃないかなというふうに思ったりもします。ちょっとそういった意味ではかなり順番的には低いのかなというふうに思っています。はい。初風ですね。この子も限定グラフィックでね、クリスマスのモードがあったりしました。なので、ドロップも通常回帰でね、一応できるということなので、可能性としては結構上位の方じゃないかなとは思います。
まあ本当なんとなくですけどね。はい。続いて天津風ですね。この子の場合は、まあ、この状態でもね、耐久値が他の影の型に比べて高いという、まあ、ポイント以外だと、まあ、限定回域で結構ドロップする機会があったので、私の中ではかなり上位の方に入る子だと思います。もしかしたら、まあ、今回ではないかもしれないんですけども、比較的早く買いに来るんじゃないかと思われます。はい。次は、時津風ですね。この子もね、この子は本当に困った。最近ドロップしてるのかな最近ドロップした記憶がない子なんで、イベントでもほとんどちょっと出番がなかったりするんで、結構な、まあ、そういった意味では何かしらの、まあ強化があってもいいんじゃないかと思うんで、ただ会議となるとちょっとわかりません。未知数です。はい。はい、そして磯風回ですけど、今オツっていうことでね、まあ 1.5 回状態、まあ回と、まあ、回2のちょうど中間地点にという意味でね、まあ、昔アナウンスがあっての回想だったんですけど、まあ、この子が回想されるようなことになると、多分駆逐艦の中ではかなりね、強い部類に入ってる子なんで、まあ、来てくれたら嬉しいけど、今回の会議ではないんかなというふうに思います。はい。で、本当強いんですよね、この子ね。はい。次は浜風、海、オツということでね、まあ、磯風と一緒に、まあ、実装されたんですけども、この子は本当に便利というかね、対戦値の値が、まあ、高いのと、あとは対空値が高いっていうこともありまして、まあ、護衛任務とかっていうのは非常にまあ、優秀ですね。なので、この子が来るとなると、多分磯風と一緒に、とか、そのタイミング、同じようなタイミングで来ると思うんで、まあ、今回は、可能性としては低いのかなと私個人的には思ったりしてます。はい、結構活躍させてます。はい、まあ、というのが、まあ、最初のグループの6名です。第17駆逐隊浜風出撃します。あ、間違えた。浜風じゃなかった。裏風だな、こう。すいません、間違ってましたね。こっちこっち、はい。うちに任しとき。はい。こちら第2グループということになりますけど、まあ、特別順番に並べただけなので深い意味はありません。最初に紹介するのが裏風の、今度は低、まあ、海底ということなんですけども、まあ、改めて説明すると、まあ、対戦値の値が非常に高い設定になってますので、まあ、次に紹介する谷風と一緒で、対戦
対潜水艦戦が非常に頼りになる子です。この子もね、通常回帰でドロップもするし、浜風と一緒に、もう同じようなタイミングで実装されたのかな。実装時期も近かったと記憶していますけども、この子もね、今回はどうなんだろうな。買いにとなるとね、ちょっとまたね、難しいなと思います。はい。はい。そして、谷風、貝の低型ですね。同様、裏風と同様ですけども、この2人、私としてはいつもセットで使ってるんで、連度が一緒なんですよね。なんてね。来るとなれば、やっぱり裏風と一緒にというふうに思われますので、今回の回には、可能性としては低いかなというふうに思います。はい、で、ここからが第4駆逐隊の、野脇、嵐、萩風、前風の4名ですけども、私はここの4名のうちの1名が来るんじゃないかというふうにちょっと予想したりしています。特に理由は、これだというのはないんですけども、特に舞風に関して言うと、ちょっとこのままだとね、本当に出番が危ういと思われるし、そろそろ何かしら、限定グラムはバレンタインデーグラフティックとかはあったけども、能力的なところでね、何か一つ増えないとちょっとなというふうに思うんでね、そういったことを考えていくと、舞風なのが、私的にはだいぶ上位の方にいます。この中でいくと、舞風、萩風、嵐、野脇かなの順番になるかなと思います。皆さんお願いしてですから、情報をください。よろしくお願いします。はい。ということでね。影色型の解任の子、いずれにしてもこの中から1名は、実装されると思いますのでね。それが、今回は第4駆逐隊の子たちの誰かになるんじゃないかというふうに私的には思ってますので、今日紹介してみました。本当能力的には本当に今連度みんな97で一緒なんですけど、野脇が一番火力が低いんですよね。48で低くて、嵐と萩風、萩風が一番火力高いんですね。90高いんだな。で、舞風が対戦値71なので、やっぱり対戦値が一番高いと。その代わり、萩風が対戦値が一番低いわけですね。誤差の範囲といえばそれまでなんですけどもね。でもそういったところでステータスが違っていますから、ここら辺も、チェック、要チェックですね。はい。皆さんは、どなたを解任来るというふうに、予想するでしょうか。もしね、この子来るんじゃないかなっていうふうに、もっと重いだけですけどね、今の段階ではなりますけど、
ありましたら、コメントいただけると嬉しいです。提督、うち祭りの射的は得意なんやん。どれが欲しいけ？うちが取っちゃうけ。任しとき。任しとき。ね。裏風の現在、浴衣モードになってますけども、左手には射的をやる用の、ピストルですね。コルク銃と、胸元には谷風と磯風ですね。なんだろうな、これは普通の人形なんでしょうかね。普段とは違った雰囲気ですね。いいですね。はい。それではね、次の紹介するのは、こちら。イデヤさん、個人的に時津風に来てほしいですが。なるほど、そうですよね。私も、さっきは第4駆逐隊という話はしましたけど、時津風もね、何かしら来てくれたら嬉しいなと思いますね。最近ちょっとドロップする確率がちょっと高かった子たちが確率的には高いんじゃないかなというふうに予想はしてるんですけども、そうなると時津風最近ちょっとドロップで見てないなと思ったりもして、可能性が低いのかなってちょっと個人的に思ってるだけなので、全然ね可能性はあると思うんで、期待をして、情報を待ちましょう。はい。それではね、今日紹介するこの、自然界の343空戦闘301というね、だいぶ前のイベントの、報酬でもらったこの妖精さんなんですけども、この、妖精さんが、所属しているこの戦闘301っていう、航空隊に所属していた、隊員のね、紹介を今日しようかなと思います。朝福さん、こんばんは。朝福さん、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。はい。ということでね、今日その隊員の紹介をするわけなんですけども、ちょっと用意しますね。少々お待ちください。招き猫さん、こんばんは。招き猫さん、こんばんはです。YS3O、レイテ後編のトロフィーですね。YS3、本当に懐かしいですね。この子のね、紹介をする前に、前ではないですね。この子を紹介したということで、その隊員の方の今日は紹介をしていこうと思います。全員ではないです。1名の方です。はい。ちょっと用意しますね。はい。はい、こちらの方は、武藤
金吉さんという方で、もしかしたら皆さんもよく知っているっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、この方は日中戦争から活躍し続けた歴戦の撃墜王ですね。第343航空隊に転任し、隊長機の護衛役として獅子奮迅の活躍を見せることになっていました。簡単にプロフィールの方ですね、紹介したいと思います。旧制中学校を、2年で、中退します。はい。最初からね、ちょっとあれって思うかもしれないんですけども、その後、名古屋市内で、就職するんですが、ちょっとうまくいかなくて、商売にはちょっと向いてないなと、本人思いまして、昭和の初期の時代というのは、あんまり、景気も良くなかったので、再就職もちょっとなと。ただ、本人やっぱり体格ですかね、体力には自信があったということなので、海軍の、入隊になりました。はい。呉の海軍兵学校で、基礎訓練を受けます。そして、ちょっと画面を変えますね。で、この左上の方ですけども、このちょっと見づらいかと思うんですが、駆逐艦の浦波ですね。そこで艦隊勤務を経験します。そして、昭和10年の12月に操縦練習生を拝命して、希望していたパイロットですね、道へ開かれました。体は頑丈で強い気性、いかにも飛行機乗りに向いていたそうなので、たちまち頭角を現します。誰もが希望する戦闘機専修者に選ばれます。この時、こんなことならちゃんとね、中学校を卒業して兵学校を受験すればよかったなと悔やんだそうです。反省することは大切ですね。そういったこともありまして、この方の弟さんは、海軍士官学校に、お兄さんの後を追って、入隊していたりするんですけども、その弟さんには、自分は兵学校、士官になれてればもっとね早く飛行機乗れたということもありましたので、ちゃんと勉強して、しなさいというふうに自分のね失敗を生かしていたといったところが、なんともいいお兄さんだなと思います。そして、次はこの真ん中のとこの右の方ですかね。昭和12年の10月になると、武藤は実戦部隊に配属されて、上海ですね、今の中国大陸に赴任します。ちょうど北京の、上空で、敵機を撃墜する初戦果を上げ、2ヶ月後には撃墜スコアが5機ということで、当時はもう、当時も今もですね、5機撃墜したらもう撃墜王と言われる、そういう時代、それに名を連ねていきます。実戦になると、この男の存在はさらに輝きを放って、太平洋戦争始まると、台湾に配属、初戦のフィリピン攻撃に参加して、翌年には第252航空隊に転属、ラバウルに赴任します。ちょうどこの左のところですね、ソロモンの激戦に行くわけです。武藤はもともと明るく陽気な性格で、よく冗談を言っては人を笑わせる、仲間内では無途金の
あだ名で親しまれる人気者だったそうです。毎日のように仲間たちの戦死する太平洋の戦い、ムードメーカーとしては貴重な存在ですね。また、空の上でも頼りになりました。アメリカ軍が、高性能の新型機を次々投入し、テロ戦のね、無敗神話が揺るぎ始めた頃でも、武藤は着実に撃墜スコアを稼ぎ続け、そして技量の方も過酷な戦場経験でさらに進化して凄みを増していきます。そして、時が過ぎて、昭和20年ですね、硫黄島が陥落、敵戦闘機が、日本本土上空まで飛来するようになります。この時になると、横須賀の海軍航空隊で、教官をしていました。ですからちゃんとね、激戦地から生きてね、戻って、その後輩をね、今度は、教える立場にいたわけなんですけども、その2月ですね、新鋭機の試電会、こちらに乗って、厚木基地上空の敵機の迎撃に奮戦します。この時10機を超える敵戦闘機の編隊に対して、短期で対する危機的な状況に経験しますけども、この時も持ち前の度胸で、平然と敵機を迎え撃ち、敵編隊と適切な距離を保ちながら挑発して一機ずつ誘い出して返り討ちにしたそうです。このことから、宮本武蔵がですね、吉岡一門、数十人に襲われながら、かっこ撃破で窮地を脱した、一条寺下り松の決闘を彷彿させる、地位を兼ね備えた戦いぶりから、以来、武藤のあだ名は武藤金から、空の宮本武蔵と変わっていったそうです。福田貞一さん、こんばんは。四国沖の試電会の話かの？福田貞一さん、こんばんはです。こちらは、厚木基地上空の、戦闘の話なので、今回は四国沖の試電会の、活躍はこの次ですね、紹介をしたいと思います。そして、右下ですね。昭和20年の6月、武藤は第343海軍航空隊に転属。戦闘301飛行隊長の、菅野直さんで合ってますかね。間違ってたらすいません。隊員ですね、の護衛役を任じられます。激戦区のラバウルで隊長機から目を離さず、常にその背後を守り続けた実績があるので、司令官からね、名指しで横須賀航空隊から引き抜かれたというね、当時、もう今もそうですけども、やっぱり多くのベテランパイロットがいない状態ですから、このようなね、凄腕はどこの現場でもやっぱり求められるといったところですね。そして第343航空隊に着任して早々、武藤は司令官に向かいまして、大丈夫です。私が来たからには隊長は死なせません。そう宣言しています。しかし、それは自分の命を捨ててもうやり遂げるという決意表明でもありました。そして、終戦間際ですね。昭和20年の7月24日、第343航空隊は
豊後水道の上空で沖縄方面から飛来してくる敵関西機軍を迎え撃ちます。多分このことなのかな。四国沖の活躍、なのかな。この戦いは両機は21機、それに対して敵の戦闘機だけで100機を超えるというね、まさに5倍の敵を相手にするというと、誰かのセリフでもあったな。ハグローだな。福田貞一さん、勘の直し。ありがとうございます。菅野じゃなくて菅野直しですね。勉強になりました。ありがとうございます。訂正します。菅野直し隊の護衛役として着任をしています。またこの時も隊長機を守るという役目もあり、厚木基地上空の敵編隊を短期でね、翻弄したような戦いはできない。艦の隊長機を狙ってくる敵機に対しては、相手が何機であろうとも果敢に突出してこれを排除。また、いざとなれば自分が盾となり、隊長機への銃撃を防ぐ。武藤の命がけの献身によって、艦の機は無傷で帰投できました。しかし、武藤は激戦の中行方不明になり、未帰還機となって、戦死認定。これにより、特進して海軍中尉となります。この時、本当に激戦だったものですから、誰も、この武藤のね、最後を見ていた人はいなかったそうなんですけども、ここで最後ですね、一番左下の箇所になりますけども、昭和53年の11月になって、愛媛県の久吉湾の海底から支店海の機体が発見されたそうです。これを引き上げて調査した結果、武藤の蒸気である可能性が極めて高いとされました。また機体の状態から撃墜ではなく、巧みな操縦により海上に不時着したものと判断されています。ですから、隊長機をね、守りながらも、時期も守って撃墜されなかったというね、本当にすごい技量ですね。おそらく、ここはもう想像でしかないんですけども、その後、自力で基地に戻ろうとしていたと思うんですが、おそらくそこで燃料が尽きてしまったんだと思います。力尽き着水していました。本人もおそらく、負傷をしていた可能性が高く、脱出することができなかったんじゃないかなというふうに考えられております。アサックさん、この市電会派昔何度も見学行ったわ。この実物ですね。確かどこかの博物館というかね、見ることができるというふうにちょっと聞いたことはありましたけど、実際に見たことがある方がいらっしゃって嬉しいですね。本当に大変な、戦いを、生き抜いた、その勇姿をね、語り継いでいかないといけないかなというふうに思います。豊後水道上空の、空戦で二機関機となり、戦死認定とされました。障害撃墜数は30機。特進により最終階級は海軍中尉となりました。享年30歳、武藤兼義さんですね。
ということで、アサックさん、愛媛県の愛南町に行けば今も見られるはずですよ。愛媛県の愛南町ですね。ありがとうございます。私の住んでいるところが、東北の、秋田県というね、ちょっと、どこと思われるかもしれないんですけども、そこに暮らしていますので、日帰りは無理だな。私のところからだと、直行するとね、大阪まで行く飛行機はあるんですけど、そこから新幹線でね、広島まで行ったことはあるんですが、四国には行ったことないので、一泊しないと無理だな。いつか、いや、必ず一度見に行きたいですね。ということで、今日は、武藤兼義さんの紹介をさせていただきました。ちょうどクエストらしいクエストもね、ほとんど今終わっちゃっててね、出撃は今日しませんという感じで今日配信をしてたんです。配信をしようと思って、昨今の話題性のあったものを、紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。はい。ということでね、多聞丸の、カンコレ、多聞丸です。本日も、ご視聴いただきましてありがとうございました。まだ、三万祭りの話はありましたけども、まだ日にちがね、確定してないということもあって、まだ出撃しないでね、ちょっと備蓄しているような状況が続いてますけども、それも一つのカンコレのね、醍醐味なので、しっかり蓄えていきましょう。多分、来週のまた水曜日ね、13日頃配信しようかなと思ってます。内容についても今回みたいな感じで配信しようかなと思ってますので、ぜひね、また次回も、見に来てください。よろしくお願いします。はい。それでは、これで失礼いたしたいと思います。今日はね、いろんな情報を教えてくれてありがとうございました。また次回もよろしくね。それじゃあ、失礼いたします。じゃあね。